日和見主義者であって、その自分の利権とか権力とか、そういうのを維持するために、簡単に敵と握手できたのが、アギナルドっていう男だったんだろうなっていう。で、このフィリピン革命っていうのは、その途中からこういうアギナルドみたいな機械主義者というか日和見主義者に主導権を奪われていったことで、その後にこの大きな禍根っていうのを残しているわけですよ。今このフィリピンが抱える構造的な問題の多くは、その独立革命とその後のアメリカ植民地体制がきっかけで生じたものが非常に多い。歴力世界史専門チャンネルです。19世紀に相次いで欧米の植民地となった東南アジア諸国では、19世紀半ばから民族主義が高まり、様々な形で独立運動や民族主義革命が起こりました。スペイン支配下でのフィリピンでも1896年から独立革命が起きて、1898年にフィリピン第一共和国、通称マラロス共和国が成立しています。しかし独立は米西戦争の勝利者であるアメリカによって奪われて、米非戦争によって敗れたフィリピンはアメリカの植民地、後に自治領となります。そして第二次世界大戦の日本軍の占領を経て、1946年にフィリピン第三共和国として独立するわけです。この動画ではフィリピン独立革命を解説しつつ、この一連の独立運動の中で、独立革命の中で起こった事柄が独立後にフィリピンにどういう影響を与えてきたかということを、解説したいと思います。スペイン支配下でのフィリピンでは、国際貿易港として開かれたマニラを中心に貿易が発達して、アバカやサトウキビなどの栽培が盛んになりました。貿易は中国人商人が中心となり、彼らは作物の栽培のための資金が必要な農民に対して高利でお金を貸し付けました。返済できない場合は土地を没収していって、現地の農民は土地なしの貧困農民に転落していって、中国人、あるいは中国人と現地人の根血である中国人メスティーソは大土地所有者になっていきます。その他、スペイン王室が持っていた農民が民間に払い下げられたことで、アシエンダと呼ばれる大農園が発達しました。土地なしの農民はこうした大農園で低賃金労働をさせられます。こうして農村が貧困化することによって人々は宗教へすがるようになっていきます。カトリック教会に救いと天国への道というのを求めて、ここで、フィリピン独自のこの宗教組織というものが成立して、こうしたカトリック教会がスペインへの抵抗運動と独立運動の精神的な母体となっていくわけです。当時フィリピンの最上位階級はスペイン人でしたが、スペイン人メスティーソや中国人メスティーソも経済的な力をつけるようになり、高等教育を受けて高い専門性を身につけるようになっていきます。中には欧米に留学して最新の啓蒙思想に触れるものも現れていきます。その代表格がホセ・リサールです。彼は中国人メスティーソで、欧州留学中にノリ・メ・タンヘレという政治小説を書いて、スペインのフィリピン支配を批判します。この小説によって、フィリピンの知識階級というのは、大いに愛国心、愛嬌心、フィリピン人意識というのを高めるわけです。帰国したホセ・リサールは政治運動に乗り出しますが、1896年12月にスペイン当局に反乱の首謀者として逮捕され、銃殺されています。ホセ・リサールの小説を読むことができるだけの教養を持つ都市のホワイトカラー層は、1892年に秘密結社カティプナンを結成していました。カティプナンは独立闘争のための重火器のスペインからの奪取、それから村の解放など戦闘を進めていきますが、ホセ・リサールの銃殺によってこのフィリピン革命というのに火がついて、1896年8月にマニラ近郊で武装蜂起し、独立戦争が始まります。カティプナンを率いていたのはアンドレス・ボニファシオです。ボニファシオは都市の事務労働者層を率いていて、階級格差の是正というのを訴えて、一部のエリート層以外にも革命の参加者を大きく広げたわけです。マニラ郊外のカビテ州で蜂起軍を率いていたのがエミリオ・アギナルドです。彼は中国人メスティーソの町長の家に生まれて、彼自身も若くして町長になった、地方のエリート層ですね。
この地方のエリート層、有産階級であるアギナルドは、資金力もあるし、人員動員力もあったので、彼が率いる勢力は次第にカティプナーの中で有力になっていきます。そしてアギナルドはカティプナーの指導部を無視して独自に政府を設立して、その対立するボニファシオを政府に対する反逆者であるとして銃殺してしまいます。ボニファシオ死後に指導者となったアギナルドですが、革命軍はスペイン軍の猛攻撃を受けてカビテ州から撤退して、北部のプラカン州ビアクナバ島に政府の拠点を移します。革命軍はこれ以上戦線を拡大できずに、アギナルドはスペイン当局と講和を結んで多額のお金を受け取って香港に亡命しています。アギナルドの革命政府は、抵抗勢力をすべてその時コントロールできているわけではなかったので、タガログ諸州の義勇軍はアギナルド亡命後もスペインとの戦争を継続していました。こうした中で、1898年4月にアメリカがスペインに宣戦布告をして、弁政戦争が始まります。そしてフィリピンにも介入してくるわけですね。このタイミングを好機と見たアギナルドは、香港から戻ってきて、ビアックナバ島の政府の指導者たちも一緒に帰国してきて、革命政府、通称マラロス共和国を樹立します。5月にアメリカ海軍がマニラ湾内のスペイン艦隊を撃破したことから、スペイン軍は徐々に弱体化していって、1899年1月にマロロス憲法が発布されて、フィリピン第一共和国、通称マロロス共和国が成立します。翌年にマロロス共和国の革命議会が開かれましたが、参加したのは弁護士とか医師とか農業経営者、それから実業家といったフィリピンの有産階級、それから知識階級で、労働者を基盤としたボニファシオ、当初のその革命を起こしたボニファシオの時からその革命の主体というのは大きく変わっていったわけです。一方でマロロス共和国は中心都市マロロスを中心とした中央集権体制をとっていましたが、一方でそのバナイ島イロイロ州の革命指導者たちは、これに反して連邦共和国の設立っていうのを目指していました。マロロス共和国の主体であるルソン島の有産階級や知識階級が地方の財政とか、それから政治的主導権を奪ってしまうんじゃないかということを恐れて、さらにフィリピンは非常に多様な民族とか文化、多様性がある国からなるので、将来的な構想も見据えて、自治がある連邦制の方が国としてまとまるのではないかということを、このイロイロ州の革命指導者たちは主張したわけです。米西戦争はアメリカ優位に終了して、これでフィリピン第一共和国が無事に成立するかと思えた矢先に、アメリカは秘密裏にスペインと交渉して、1898年12月にマロロス共和国に何の相談もなしに、フィリピンの植民地の権利の譲渡というのをスペインから受けたわけですね。1899年2月にアメリカとフィリピンは軍事衝突して、ここで米菲戦争が勃発します。革命軍は優位な火力と訓練の行き届いたアメリカ軍に、圧倒されて、中心部であるマロロスは陥落して、司令部はルソン島の山岳地帯に逃げてゲリラ戦を展開します。劣勢になったアギナルドは、1901年3月にアメリカ軍に降伏して、4月にアメリカへの忠誠を誓います。そしてアギナルドは、革命軍全軍に降伏勧告、銃を置け、降伏しろということを訴えるんですけど、地方では抵抗運動が続きました。例えばルソン島では、マカリオ・サカイという人が抵抗運動を続けて、タガログ共和国というのを独自に設立していますし、ルソン島パタンガス地方では、ミゲル・マラバス将軍、ルソン島の中部ではフェリペ・サルバドル、サマル島ではヴィンセンテ・ルクマン将軍、ネゴロス島ではパパ・イシオによって抵抗運動が続いていました。1902年7月にアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトはフィリピンは平定されましたということを発表したんですけれども、地方では先ほど述べたような将軍たちや地方の抵抗勢力によって抵抗運動というのがずっと続いていったわけです。マロロス共和国を主導した有産階級は1900年12月に連邦党という党を結成してフィリピンをアメリカの一部にしようと提唱するなど、その積極的にアメリカのフィリピン支配に協力をしていました。アメリカの統治に
協力することで、彼らは既得権益というのを保護されたわけですね。アメリカ植民地下で階級間格差や貧富の格差というのは、ますます拡大していって、もともとそのボニファシオが革命をスタートした時は、その格差の是正というのを訴えていたんですけれども、その当初の革命の目的であるその階級差格差っていうのは、埋まるどころかアメリカ支配下でますます増えていって、増していって、その革命の理想というのは、もうこのアメリカ支配下で、消え去っちゃったというわけですね。フィリピンはその後、アメリカの植民地を経て、1935年から将来の独立を見据えたコモンウェルス、自治政府が成立します。しかし、太平洋戦争勃発後、フィリピンは日本軍に占領されて軍政下に置かれます。この時、コモンウェルス政府のマヌエル・ケソン大統領はアメリカに亡命しますが、アギナルドは日本軍に協力して、日本軍政下で作られた、ホセ・ラウレル大統領のフィリピン第二共和国の成立にも携わっています。戦後は対日協力者として逮捕されますが、後に恩赦されています。こういう最初は独立運動をやっておいて、スペインとの戦いで不利になったらお金を持って香港に亡命して、アメリカと戦っておいて、不利になったらアメリカに降伏して忠誠を誓って、で、次に日本軍が来たら日本軍と協力してっていう、なんて言うんでしょうね。その現実主義者って言えるのかもしれないんですけど、日和見主義者であって、その自分の利権とか権力とか、そういうのを維持するために、簡単に敵と握手できたのが、アギナルドっていう男だったんだろうなっていう言えますよね。で、このフィリピン革命っていうのは、その途中からこういうアギナルドみたいな機械主義者というか日和見主義者に主導権を奪われていったことで、その後にこの大きな禍根っていうのを残しているわけですよ。例えば先ほど述べた通り、その階級間格差、それから貧富の格差というのがアメリカ支配下で拡大してしまう。フィリピンは1946年の独立以降も、その政治経済の中枢を地方の大土地所有者、それから都市の有産階級というのが支配していって、革命によってその大きな力を持ちすぎた既得権益層っていうのを解体できなかったので、特に地方の貧困っていうのは拡大して、第二次世界大戦後は共産ゲリラの活動が活発化して、治安が極度に悪化することになるわけです。この貧富の格差の問題は、1896年にマルコス政権を倒したエドゥーサ革命の大きなテーマでもありました。なので、ずっとこの貧困問題、格差問題っていうのは続いているんですね。次にこの首都と地方の格差の問題です。バナイト・イロイロ州の革命指導者たちが懸念した通り、統一政府はマニラ中央集権体制というのを強化して、政治、経済、文化、人口、あらゆる面でマニラに集中しました。地方には道路をはじめ、あとは港湾とか、そういうのをはじめてインフラが整うんですけど、基本的にマニラに向かうものなんですね。その地方からマニラというもののインフラというのが整ったので、その地方都市間の交流っていうのがなくなってしまうと。で、そういうことで地方都市も衰退していく。その、富はマニラに向かう。人もマニラに向かう。で、マニラで発生した文化とか政治情報、経済情報というのが地方に向かうというような構造になっていくので、地方というのはマニラに搾取されるばっかりで、自分たちで独自の文化なり経済なりを発達することが難しい状況になっていって、ますますどんどん衰退していくという悪循環に陥っていくわけですね。地方が衰退すると、経済力が弱まって人口が減って、ますます衰退していくっていうわけです。さらに大きな問題となったのが、ミンダナオ島やスールー諸島に住むフィリピンムスリム、通称モロ人の問題です。ミンダナオ島やスールー諸島は、スペイン植民地時代にもムスリムのスルタンが支配する独自のスールー王国という王国が存在していました。アメリカ植民地下で様々な近代改革が推進されて、1915年のカーペンター・キラム条約でスールー王国は最終的に消滅して、1920年に初めてミンダナオとスールー諸島はフィリピンと政治的に統合されました。ずっと独立勢力で長い間フィリピンと統合されてなかったムスリムの地帯があったんですね。主に南部。そこに先ほど述べたような首都と地方の格差、貧富の拡大というのが
ミンダナオとスールにももたらされるわけなんですよ。で、この地域のムスリムが、かつてのスルタンが支配する自治地域への復活っていうのを求めたのも、無理はないかなって思うんですよね。特にマニラのフィリピンというのは、スペイン支配下で成立した、カトリック教徒が主体の政府なので、そこで独自にそのムスリムのスルタンを抱えていた人々が、キリスト教徒であるマニラに搾取されているっていう構造は、精神的にも耐え難いし、経済的にもふざけるなっていう感じが当然しますよね。なのでこの地域のムスリムは、かつてのスルタンが支配する自治地域への復活っていうのを強く求めたわけです。で、1890年代には、モロ・イスラム解放戦線という武装組織が成立されて、激しい武装闘争が行われました。2018年8月に、当時のドゥテルテ大統領によって、ミンダナオ島のイスラム自治政府が認められて、高度な自治や予算の立案とか執行権が認められました。しかしマニラと一部の特権階級に富が集中していくっていうこの現行の体制の中で、スール諸島ってかつて中国との貿易で非常に栄えた土地なんですけど、そういうかつての栄光の時代が戻ってくるかというと、かなり難しい部分があるかなと思います。はい、ということでまとめです。フィリピンって、経済ニュースとか見ると、経済発展著しいフィリピンとかって、形容されることがありますけど、その恩恵は一部の特権階級、そして中産階級にのみ渡って、その貧困層にあまり届いていないというのが、今でも大きな問題です。またマニラに富が集中しすぎて、地方は活気を失って、貧困や犯罪の温床になっているということも問題です。アメリカ植民地時代に英語が広く普及したことで、人々は気軽にこのアメリカをはじめとした海外に出稼ぎに行って、場合によってはそこで定住しちゃって、優秀な人材がどんどん外に流出しやすいっていう問題もあるんですね。今このフィリピンが抱える構造的な問題の多くは、その独立革命とその後のアメリカ植民地体制がきっかけで生じたものが非常に多い。で、この歪な社会体制を変えるためには、マロロス共和国に始まるマニラの中央政府を中心とした歴史観、人々のフィリピンという国をどういうふうに見なすのか、過去の歴史をどう見なすのかっていう意識自体を変えるということも一つ大きな問題があるのかなっていうふうに思うんですね。で、このフィリピンの独立革命はアギナルドのような有産階級だけじゃなくて、ボニファシオらの労働階級とか、あとはネグロス島のパパイシオみたいな農民階級とか、様々な人々がいて、経済格差の打破というのも図ったということだったりとか、あとはバナイ島イロイロ州の革命指導者たちのように、多様な地域を統合した連邦制という形も過去模索されていたという点も、もっと評価すべきじゃないかなっていうふうに思って、要は過去にフィリピンの人々が目指していた、それから考えていたことっていうのを再度評価することで、現在の国でしかありえないという現在のフィリピンの人たちの思いというのを、固定概念というのを変えるきっかけがそこにもたらされると思うんですよね。そこにもかつてこういう考えがあったんだというのを発見するということがまず非常に大事。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いします。